こんばんは。夜中なんですが、小腹が空いたので夜食作ります。夜食といえば定番のあれ。というわけで今日使う物はこいつらだ。まずはサクッとネギを切っていく。3、4センチぐらいにぶつ切り。分量は好きなだけ入れて構わない。まあネギに限らず余った野菜を使えばいい。夜食は自由だ。青ネギの部分も刻み、これは最後のトッピングに使う。白ネギは後で焼き目つけるんで、フライパンの中に入れておくといい。ほんで手羽先。なぜ手羽先なのか、そこには名古屋っぽいからという理由しかない。つまりお好きな肉使えば OK です。まあ手羽先ね、安いんで。で、下処理は関節のとこを切っておく。まあやんなくてもいいんだが、まあこうすることで火の通りがいいのと、骨髄から少しでも出汁が出やすくなるように。関節のとこにスッと包丁が入るとこがあるんで、そこを探ればスムーズに切れる。手羽先も焼き目をつけておきたいんで、フライパンの中に入れておく。あとは器に水 500ml、 終わり。仕込みというほどでもなかったな。着火。水を沸かす間に手羽とネギを焼き、香ばしさをまとわせる。油はしかんでいい。そして焼き目をつけたいときはあんまり動かさない。ほんで焦げる一歩手前でひっくり返す。いい感じ。表面がこれくらいの焼き色になってれば OK。 まだ完全に中まで火を通す必要はない。そうこうしてるとお湯が沸いてくる。ここにだしとか本だし大さじ半、だし入り味噌を使う場合は不要。そして味付け。今から言う調味料を全部大さじ1ずつ入れるんや。はい、みりん、醤油で、味噌はやはりここは赤味噌を使っていきたい。名古屋っぽさを出したければな。このメイラードした味噌の深みは赤味噌にしか出せない。まあ余ったら味噌汁にすりゃいいだけだ。赤味噌の味噌汁好き。そして今回は馴染み深い普通の合わせ味噌もブレンドしていく。赤味噌大さじ2でもいいが、違う味噌をブレンドすることで味に複雑さが生まれ、味噌汁っぽさから脱却できる。味わいとしては万人受けする味になる。そこに冷凍うどんを投入。スープの量少し多めなんで、わんぱくなやつは2玉ぐらいいってもいい。その上に先ほど焼いた手羽とネギ、もう少し入りそうなんであれを投入する。オフでかさ増しするという常套手段。金がねえときはこれに限る。この白吸ったオフがまたうまい。オフは意外と低脂質高タンパク、カロリーも低く腹持ちもいいんで、案外ダイエットにも向いてたりする。真ん中になんかのせろと言わんばかりの穴が開いてるんで、お望み通り卵を落としておいてやる。男の子ならわかるでしょう。穴があったら入れてみた。蓋します。そして少し煮込みます。うどんがほぐれて卵がいい感じに固まるまで蒸らす。オープン。仕上げにネギ、茶色一辺倒の男飯に差し込む鮮やかな緑、そして好みで七味をかけまくれば完成や。名古屋風手羽煮込みうどん。いただきます。あちあちのあち。冬の寒い夜に
なんてしみるんや。これ以上贅沢な夜食があるのか。香ばしさがあるネギ、中はトロトロ、甘みもあってうまい。濃いめの味付けうめえ。今回名古屋っぽいと思って濃いめの味付けにしている。薄味が好きな場合は各種調味料を気持ち減らすか水分量を増やすといい。そして手羽先。ああ、名古屋を感じる。一回しか行ったことないけど。そしていい感じに汁を吸ったオフ。ふわふわジューシーで、こいつがマジでうまいんだ。そして食べてる道に思いついてしまったもっと美味しく食べる方法を。柚子の皮を散らす。濃いめの男臭い味付けに広がる爽やかな清涼感。最後の一ピースはこいつであった。柚子七味とかあればそれでもいいと思いますね。いつにもなく犬が世話しない。手羽先はもんじゃのテンションがぶち上がる食材の一つでもある。一度揚げしまったら最後手はつけられない。ああ無理。ちょっと禁酒してたのにこんな時間に飲んじゃダメだと分かってはいるものの無理です。たまらん。あちあちの煮込みうどんでやけどしそうな口の中をキンキンに冷えたビールで潤す。この時のビールがいっちゃんうまい。最高だ。その一言に尽きる。ごちそうさまでした。